僕決めたのだ。来世は異世界で地位と能力を持った勇者に転生するのだ。あら、ずんだもん。またラノベやアニメの見過ぎかしら。残念だけど本来の輪廻転生はそんなキラキラしたドリームじゃないわよ。死んだらリセットして新しい人生が始まるワクワクイベントじゃないのだ。とんでもない。古代インドの人々にとって輪廻転生は終わりのない懲役刑のようなものだったの。今回は現代人が誤解しがちな輪廻の絶望とそこから生まれた仏教の正体について解説するわね。リセット不可、苦しみの無限ループ。懲役刑ってどういうことなのだ。生まれ変われるなら失敗してもやり直せるからラッキーじゃないのだ。それが現代人の感覚なのよ。でも当時のインド人の感覚で考えてみて、人生って楽しいことばかり？毎日枝豆の皮を剥く労働は辛いし、おやつを横取りされる悲しみもあるのだ。でしょう。生きること、苦しみ一切見なくというのが彼らの基本 OS なの。病気、老い、別れ、そして死。死んでもまたすぐに生まれ変わってその苦しみを一から繰り返す。記憶もリセットされて同じ苦労を永遠に強要されるのよ。いえ、そう聞くと終わらないデスゲームみたいなのだ。その通り。だから古代インドの思想家たちはどうすればこの無限ループ輪廻から抜け出せるかを必死に考えたの。彼らにとって転生は希望じゃなくて克服すべき恐怖だったのよ。どこに転生してもハードモード。でもさ、人間じゃなくて神様とかいいポジションに転生できれば勝ち組なのだ。甘いわね。仏教の世界観には六道という6つの世界があるけど、どこに行っても安住の地はないの。神様の世界、天道なら最高のはずなのだ。天道も実は辛いのよ。寿命が来れば身体が腐ってまた下の世界に落ちる恐怖を味わうの。地獄はもちろん最悪だし、火器は常に飢えてる。修羅は毎日戦争。僕たち人間界はどうなのだ。人間界は苦しみも楽しみもある場所ね。でも結局は死んでさよならよ。つまりこのシステムの中にいる限り真の平安は絶対に訪れない。これをルテンというわ。住んでるのだ。どこにも逃げ場がない閉鎖空間なのだ。古代インド人が怖がった理由が分かったのだ。この地獄からの脱出方法。メタン、もう嫌なのだ。このクソゲーをやめたいのだ。ログアウトボタンはどこなのだ。そこで登場するのがお釈迦様、ブッダよ。彼が説いた悟りこそが唯一のログアウト方法なの。ブッダはお礼に問い合わせてくれたのだ。まあ近いわね。ブッダはなぜ輪廻するのかを分析したの。原因は私たちの執着や煩悩にあると。だから正しい修行をして執着を捨てればもう生まれ変わらなくて済む。これを下脱というの。良い来世を目指すんじゃなくて二度と生まれないことがゴールなのだ。そう。仏教の最終目標涅槃ニルバーナは輪廻の炎が吹き消された状態のこと。二度と苦しみの世界に戻ってこない完全な消滅こそが最高の幸せとされたのよ。まとめ。現代ではロマンチックに語られがちな輪廻転生だけど、もともとは永遠に続く苦痛のサイクルという絶望的な世界観だったの。そこから抜け出すための攻略法が仏教だったとは知らなかったのだ。来世に期待するより今ここで執着を捨てることが大事なのだな。その通りよ。生まれ変わりたいと願うこと自体が実は輪廻の鎖を強くしてしまう執着かもしれないわね。深いのだ。僕はとりあえず今夜の夕飯への執着を捨てることから始めるのだ。でもやっぱり大盛りは譲れないのだ。あはは、ずんだもんの下脱への道はまだまだ遠そうね。さて皆さんはもし来世があるとしたらまた人間に生まれたいですか？それとも下脱したいですか？今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。